こんにちは、アンナスです。今日は、紙刺繍カレンダー2024年の紙刺繍カレンダーが出来上がったので、その刺し方をちょっと具体的に、手元で説明していこうかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではまず、紙刺繍カレンダー2024年のを買っていただくとこういうものが届きます。これとは別に、目打ちでカッター台、カッター台なければいらない雑誌とか、下に穴が開かないようにするための何かと、あと針は6本取り用と3本取り用があると便利ですねっていう感じで、自分で用意するものと、あとここにあるものちょっと紹介していきます。まず開けると刺繍糸が24689本入ってます。でこれが作り方の紙ですね。両面印刷になってます。それぞれのそのポイントが書いてあります。あと刺し方の紙が入ってるんですけど、今回は刺し方にあれが入ってないんですね。フェザーステッチとかは入ってないんですけど、こっちでコマ送りで画像で説明しているので、今からも説明するんですけど、コーチングステッチとかちょっと入ってないものもあります。であと糸の準備の仕方ですね。このまま使ってもいいんですけど、こうやって使いやすい長さの、に切っておくと便利ですよっていうやり方、ちょっと今からやります。そして、これがカレンダーですね。まず使うもの、ちょっとこのパイからやろうと思うんで、まずはもう早速この刺繍糸の、ほどき方を説明します。刺繍糸は、もうこのまま使う方はこれ糸がねこうやってピロンって出てると思うので、この糸をそーっと引っ張れば、ちょっとずつ出てくるので、使いたい長さ引っ張って刺繍していきます。ただね、刺繍糸長すぎると絡まったりとかするので、私はちょっと別のちょっとした工夫をしています。まずこれ8メートルあるので、全部1回ほどきます。ほどくっていうか、バラバラにして、で端っこと端っこを合わせて半分に折りますね。でこのループになっている方とさっき合わせたところもう一回合わせて、今半分の半分にしてます。で最後は三つ折り、3つに折っておくとだいたい使いやすい長さの65センチぐらいになるので、これでもうこのループの部分をカットしていきます。はい、このループをカットして、でこの端っこをこうやってタグを通します。これタグこうやって入れておくと、後でこれ何番だっけみたいな、なくなった時、この紙刺繍に関してはなくならない量を入れてると思うんですけど、なんかこの後今後この色を使いたいなって思った時に、なくなった場合これで使えるので、これを3つに分けます。真ん中にタグをセットして刺繍糸を3つに分けて、ちょっと何でもいいんでマスキングテープでもいいし、なんかこう重りになるものとかをこう置いてゆるく三つ編みしていきます。これでこの端っこ、このループになっているところから1本ずつ引っ張るんですけど、これが6本取りの6本です。で6本取りはもうほぐさないでこのまま束で取ってもらって使っていきます。で3本取りとかだと3本抜くと絡まるので1本ずつ抜いて
して針に、3本一緒にセットします。ちょっとまずは6本取りからなので、6本取りました。そして、紙刺繍を始める前に穴を開けておかなきゃいけないんですね。これがちょっと最初面倒なんですけど、刺しながら針で穴を開けながら刺していくっていうのは別にダメではないんですけど、それをやると結構シワになりやすいので、すごい太い穴は開けなくていいです。もうちょっとこれは分かんないかな、こう光ってますよねこういう感じでちょっと開いてればいいです。すごい大きな穴にしなくていいです。どうせ針を通す時に穴は大きくなるものなので、もうこれでちょっときっかけを作ってあげるとシワになりにくいっていうことですね。これ全部開けとかなきゃいけないので、ちょっとこれが面倒かなって思う方は、なんかテレビ見ながら YouTube 見ながら作業でこう空き時間にやっておくと楽です。では6本取りの針に6本そのまま通して、最初は玉留めをします。最後も玉留めでもいいし、ちょっと私玉留め最後苦手なので裏に絡めたりするんですけど、まずではアップルパイの説明をしようと思います。でまず真ん中からやりますね。でこの穴のここですね。そう、裏から見ると何が何だか分かんなくなるんで、ここからここまで、通します。で隣に行ってもいいし1個またいでもいいですけど、3本渡しておけば大丈夫です。結構ね、穴と穴が近いので貫通するかなって心配される方もいらっしゃるかもしれないですけど、だいたい大丈夫です。これ紙が厚いので。もっと薄い紙にやる場合はこんなに近いともしかしたらちょっと貫通して隣同士つながっちゃう場合もあるんですけど、今のところ私は大丈夫ですね。これなんかバスケットステッチみたいにうねうね編んでいかなきゃいけないんですけど、まずはこの縦というかこっち向きの流れをとりあえず作っておきます。これでこう刺せたら、今度はまた真ん中からいきます。3列3列になってるんで真ん中の1列をいくんですけど、まずこれ上ですね。で下上、この 3本はまとめてやっちゃってます。こんな感じで。で、この先の穴に入れる。厳密に言うとちょっとバスケットステッチの応用編、厳密に言うとバスケットステッチとちょっと違うんですけど、似たような感じで、これはもう同じ向き。要はアップルパイ思い出してください。このパイ生地、ちょっと太めに切ったパイ生地を編んでますよね。編んで上にパイの上に乗せていると思うんですけど、あれをやりたいんです。だからこの3本でパイの太い生地の1本だと思ってください。こういう感じになりました。そして、どっちでもいいです。ちょっと右に進みます。次はこれと逆にしないといけないんですよね。だからここが上に乗ってるから、今度下上下でここに刺す。でもこれ同じなので下上下
一緒ですね。はい、これで、次がここか。ちょっと糸が足りなくなってきました。いけるところまでいきます。なんかせっかくなのでもったいないんで。いけるかな。最後ギリギリ。はい、これで、ここで玉留めしてもいいし、ちょっとね裏少ないんですけど、裏にいっぱい絡める、こうやって絡めていくっていうのもあるし、あとねこうやってループを作っておいて、このループに針を通すとこれでこう玉留めっぽいものができるので、これで切ってもらって大丈夫です。止まってます。まあ、心配な方はちょっと裏汚くなりますけど、マスキングテープとかでこう留めても大丈夫です。あとお子さんがされる場合は、玉留めできないって場合はマスキングテープ貼るとかでもいいと思います。では次、チェーンステッチに行きます。ではチェーンステッチ、どこから始めてもいいんですけど、適当に左のこの辺りから始めますね。まずここから出します。この外側の線ですね。ここに丸がいっぱいあるんですけど、ここを使います。で、裏玉留めを刺しちゃうと絡まるので、ちょっと指でこうやって押さえておいて、針が通しやすくなるように、同じ穴に刺さないといけないんでね。これよく刺しちゃうんです、私も。刺すと絡まります。で、これでループを作っておいて次の穴から針を出して、このループを拾ってギュッて引っ張るとチェーンができます。ただここで問題なのは、ギュッてものすごい引っ張るとチェーンとこの内側のパイの間に隙間ができるんですね。この隙間、これが見えると良くないパイに見えにくいので、このループを最大限残しておきます。だからこれぐらいかな。あんまりギュッて引っ張らないで、これぐらいにして、もうこれでそっと置いといて次に行きます。次に行く時はこの、最初に出した糸、ループの中に針を刺して、2つ目の穴に針を戻して、でさっきやったみたいにここにループを残しておく。で3つ目の穴から針を出してループをくぐらせる。でまたギュッと引っ張らないで、これぐらいかな、ふわっとふわっとさせて、結構ゆるゆるの三つ編みみたいな感じを作っていくといいですね。これをずっと繰り返してやっていきます。はい、ちょっと糸が途中で終わってしまったので、糸を継ぐ時の説明をします。輪の外側からさっきの穴に針を入れて留める。なんかレゼデージステッチみたいな感じですね。これで止まったので、裏に絡めて
切ります。で、新しい糸を通して玉留めで、続きをするときは一番最後に作った輪がありますね。この輪の中に輪の中から針を出します。この辺りから針を出して、でまたさっきと同じように同じ穴に針を刺して、次の穴から出して、でループを通して、でふわっとギュッと引っ張らないでね、ふわっとさせて、また続きですね。最後なんですけど、あと1個かな。もう穴は全部埋まってます。で最後どうやってつなぐかなんですけど、この針で一番最初に作った丸いループを、紙を触らないで、この紙と糸の間にこうやってシュッと入れて引っ張ります。このまま強く引っ張ると輪がちっちゃくなりますね。でさっきから出した穴のところに針を刺したら、はい、これで、はい、どこがスタートかわからなくなりました。出来上がりです。でまた裏に絡めて、これで一つアップルパイができました。ではちょっとこれ完成形なんです。ここのお花を説明します。ここのお花はレゼデージステッチっていうこのループのやつと、この玉留めみたいな、フレンチノットステッチをやっていきます。でこのレゼデージステッチ、下絵は結構花びらが細めなんですけど、絶対こんな細くならないので、ふわっとさせてもらっていいです。もう下絵無視していいです。そしたらこういう感じになって結構華やかになるので、ちょっと私の下絵はまあこんな目安として考えといてもらえばいいと思います。まず真ん中から針を出して、でチェーンステッチの時と一緒ですね。チェーンステッチの1個バージョンです。同じ穴に針を通してループ残しておきます。そして花びらのこの頂点ですね、ここから針を出して、でもうふわっと残しといてもらっていいです。で輪の外側から針を刺すと、はい、これで出来上がりです。ちょっとねふわっとさせると浮くので、割とねしっかりめに引っ張っておいてもふわっとなります。これはこういうものです。だからねレゼデージはなんか正解がわからないって言われるんですけど、私もちょっとよくわからないです。こんなもんかなっていう感じでやってもらうしかしょうがないんですけど、やっぱ紙とね糸の相性っていうのが、布に比べるとあんまり馴染みにくいので、やっぱどうしてもこうふわっと浮いてきてしまいますね。だから割と引っ張り目でセッティングしても結構緩くなるんですね。ちょっと終わった後針で調整したりしてふわっとさせてください。こういう感じで、これ全部花びら全部やっていきます。花びら、私はちょっとここの一つしかやらなかったんですけど、皆さんはもう全部一気にやった方が糸いちいち切ったりなんだかんだしなくていいので、一気にやってください。で、真ん中から針を出します。フレンチノットの説明をします。で
そうですね、机に置きましょう1回。で少し上を持って針に空中で2回巻きます。これ2回巻きとか3回巻きとかいろいろ書いてると思うんですけど、だいたい私は2回か1回しかやらないですね。で、ここに巻いたものを保ったままちょっと紙を持ち上げて同じ穴に針を刺します。でこの緩んでるやつをギュッて引き絞るともここでできてるんですけど、このできてるのを緩まないように親指でしっかり押さえて下から針を引っ張ります。はい、ギュッと引っ張ってください。これでフレンチノートが出来上がりました。でもうこれも続きで4つ一気に作ってもらって大丈夫です。で終わったら裏に絡めて、はい、わからない方はちょっと巻き戻して何回かこう見て一緒にやっていただくといいかなと思います。結構フレンチノットで初めてやる方はちょっと難しいかなと思うので。っていう感じでこことこことあと上は6本取りのストレートステッチをやると完成形がこんな感じです。というわけで1月2月はぜひこれだけ頑張っていただければ出来上がります。はい、では次の3、4月を作っていきます。こちらの、巻きつけバックステッチを説明します。巻きつけバックステッチは、白のバックステッチに赤で巻いてます。ちょっとねパッと見どっちに巻いてるのか分かんなくなるんですけど、白ですね。説明書にはちゃんと書いてますので、バックステッチはもうこんな感じ。1目作ってちょっと先に出して戻るっていうのを繰り返すんですけど、なんか紙刺繍の時私はちょっと変わったやり方をしていて、なんとなく裏が気になるので、その次はここから出すんですね。隣から出してで1目作ってでさらに今度外側から出して戻る。別にこのやり方やらなくていいです。普通のバックステッチやってもらっていいんですけど、こういう感じでやると裏がこの点々点々っていうね、なんかこう裏がごちゃごちゃしないので、なんかもうこれが癖になってますね。別にどのやり方でも大丈夫です。はい、では次赤で巻いていきます。私はちょっと途中までしかやってないんですけど、皆さんは全部最後までやってくださいね。で、まず最初に同じ穴でいいです。一番最初の穴はこの端っこの穴でいいです。赤は間違えないように、今回ね赤2色入ってるんですけど、ちょっと薄い方の赤を使って今3328です。で巻きつけ方はどうやるかというと、もうすごい簡単。下からこのバックステッチの1目を拾うだけ、はい、それをずっと繰り返すだけ。下から拾う。なんかこれだとお子さんもできると思います。なんかフレンチノットとかレゼーデージとか難しいところは大人がやって、こういうところはお子さんがやるっていう、共同作業的な感じでやると楽しいかもしれないです。こっちのが早くて楽しいですね。巻くのは楽ですね。こんな感じで巻いていって、最後は一番端っこの穴に刺して、はい、で玉留めか、裏に絡めるかマスキングテープで貼るかして留めてください。はい、皆さんは全部やってくださいね。はい、っていうのが巻きつけバックステッチです。
はい、ではこのショートケーキのこの中のいちごの部分が入っているのをここやっていきたいと思います。ここはまず白ですね。刺し方の説明にも書いてある通り、白2列って書いてあります。っていうことは、同じ穴にまず1列、1本ですね。1列2列作って、ちょっとねこの上に重ならないように下にこうやるように指で調整しながらこう面が太くなるようにします。で次2つ目の穴から針を出して、また白2列って書いてあるんで、白を上に重ならないでこうずっとこう順番にだんだんってこう層になるように、はい、指で調整して、で一旦これはここでお休みさせておいてください。絡まるのが心配な方は1回ずつ切って玉留めして新しい糸出してもいいです。で次また同じ穴、まだね2つ目の穴なんですけど、2つ目の穴のところから上に重ならないようにできるだけこう下に行くようにちょっと調整しながら出てきちゃった、ね、玉留めがたまにこう出てきますね。はい、これも重ならないようにこう横に下になるようにします。そして赤はまた一旦お休み。今度は、丸3が白2列って書いてありますね。ってことはまた丸1と同じで白を2回通します。でまた今度は丸4が赤2列白2列、なんか白は一旦お休み、赤を2回で、もうこれは赤はこれ以上使わないので玉留めして、で今度は白、白がまだ4番の白が残ってますね。4番の白を2列で最後5番も白2列はい、これでケーキが出来上がりました。ちょっとここはもう裏に絡めるのが難しいので玉留めにしました。はい、出来上がりです。はい、では、ここのバスケットの説明をします。これです。で、今ちょっと指サックをつけてるんですけど、やっぱだんだん手が痛くなってくるので、こういうのを使うと手が痛くなりにくいです。これは私 S サイズなんでオレンジなんですけど、M はピンクなんですね。ちょっと指が小さいので、手が小さいので、これをやってます。ではまずバックステッチからですね。あ、違う、バスケットステッチからですね。バだけしか合ってないです。この縦線を全部刺していきます。
はい、縦線が刺せたら今度は編んでいきます。この一番端っこから出しますね。で、どっちでもいいです。上下どっちから始めてもいいです。上下上下、一気にいかなくてもちょっとこう分けて編んでいってもいいです。で編めたらちょっとこう寄せておいて、これ一番上なんで、一番この端っこに刺して、まずこれが1列目です。で次2列目はこの下の穴共有します。縦の線と横の線の穴が共有ですね。で、これが次が下に入ってるのまた上下、そうさっきの上下上下と逆を編んでいきます。でないとバスケットにならないですね。逆にしていかないといけない。これでここ下頑張ってくぐらせて、で次の穴に刺します。で次上から3番目の123番目の穴から針を出して、またこの上のと逆、今度上下上下、はい、で上から3番目のところに刺します。あともう1列ぐらいやっておかないとちょっとスカスカですね。上下上下、上下、こんなものかな。これで123、4つ目にはい、これでここは糸ビロンってなってます。はい、これで編めました。あとはバックステッチで周りを囲みます。糸が1本だけ。バックステッチは最初やりましたね。ここの巻きつけバックステッチと同じです。バックステッチ自体は同じ。こうやってぐるっと、下の部分とあと上、今ここからこう来て上もここぐるーっとバックステッチやって、あと持ち手もバックステッチぐるーっとやるとこんな感じになります。であとヘタの部分ストレートステッチをやってもらって、レゼーデージは 1,2 月でやってますね。っていう感じで完成させてください。3、4月でした。はい、では5、6月をやります。ちょっとこれミスってますね。これ私がちょっと見本で作ったんでご気にしないでください。ここのコーチングステッチと、あとこうやって面を埋める刺繍の説明をします。コーチングステッチはまずこうやってこれもこうループを残しておきます。でこの頂点で止めていきます。頂点から出して、これループをこうやってくぐらせて、
なんか三角形っぽいものができますね。あんまりギュッてやると三角になるので、でもね、糸ふんわりするから、普通にギューってしておいて、外側に針を刺して、もう割とふんわりはします。で、次また同じことの繰り返しですね。ループ作っておいて、上から出してグイッと引っ張る。で、外側に針を刺す。もうこれの繰り返し。もう4つしかないんで、もうすぐできると思います。これで留めて、ベルポーチングステッチの出来上がりです。はい、ではこのマスカットかなんかわかんないですけど、この緑色のフルーツを刺していきます。まず外側を1,2,3,4六角形ですね。ものによっては五角形とか四角形とかあるんですけど、まず周りを全部囲います。穴はね、この隣同士共有してる部分もあるんで、共有してるものは共有して使ってください。はい、これで外が囲えました。そしたら星型は無理ですね。もっと多いから。ここの穴から1、2、3本いけますね。1、3本で、また隣の穴から1、2、3本いけますねっていう感じで、もう埋められるところは全部埋める。すべてこうやって埋めていくことによって面が埋まっていきます。あと入っていない穴はどれだ？ここもまだですね。で、1回通したけどちょっとなんか最初の方にやって薄いなっていうか、こう糸が動いたりするので下地が見えてるなっていう時は、そこに1回通していてたとしても、もう1回通してもいいです。絡まっちゃった。これでね、例えばこことかね入れたりしてもいいです。なんかいっぱい埋めて全部面が埋まればこれで、裏にこうやって絡めてます。もう皆さんは続きで全部やって、でこの生クリームは放射状に1,2,3,4,5本やればもうそれっぽく見えるんで、生クリームは囲ってないです。生クリームは囲わずに放射状で、ここは囲って中をたくさん埋めてます。で、あとパイ生地のこのケーキの外側ですね、これもバックステッチでやると出来上がりです。
あとはもう前の時に説明したレゼーデージフレンチノートステッチで、これはストレートステッチ、重なる向きとかが揃ってると綺麗に見えます。揃ってなくてもいいです。ということで5、6月はこんな感じ。以上です。はい、では7、8月いきます。もうね、結構いろいろ最初のうちに説明したステッチばっかりになってきたので、ここがコーチングステッチですね。5、6月のパイのところでやってます。で、ここがチェーンステッチ、1、2月のアップルパイでやりました。で、これは先にバスケットステッチ、いつも間違える。バスケットステッチで白でこうやった後に周りをバックステッチで囲んで、このチェーンステッチはなんかちょっとレースっぽいイメージで今回使ってます。で、ここは3、4月のケーキのとこでやったみたいな感じでね、この重なり具合をこっちが上みたいな感じでこう揃えなきゃいけないので、これも紙に書いてるんで、それ見ながらやってください。で、これもバスケットステッチやって周りを囲むので、3、4月のバスケットステッチと一緒ですね。ここはね、一気にいってます。端から端に。で、これ三角形作ってみたいな感じなんで、今回新しく出てきたのはこれフェザーステッチでしたっけ、名前が。フェザーステッチですね。合ってますね。はい、ではフェザーステッチを説明していきます。はい、これ玉留めにして、これ向きはくるっとこういう風にしてください。その方が作業がしやすいです。これもコーチングステッチと一緒で、コーチングステッチをなんか続きでやったみたいなバージョンに近いです。なんかレゼーデージが続きでやるとチェーンステッチになるみたいな感じですね。まずループを作っておいて、でこの三角形の頂点から針を出して、このループをくぐらせて、はい、V を作ります。で、この V 作った時に結構ね、しっかりめに引っ張っておかないと、やっぱ紙と糸だと糸がゆるゆるになるんで、ギュッと引っ張っておいてください。で、これで一つ出来上がり。で、次いきます。次は一緒、さっきと一緒でループ作っておいて、この三角形の V の頂点ですね、ここから出してループに引っ掛けて、またギューって引っ張っておいてください。結構ね、しっかり引っ張っておかないとゆるい U の文字みたいな感じの、それはそれでそういうのにしたいって方はちょっと緩めに作ってもらってもいいんですけど、せっかくなので結構しっかり引っ張り目にやってもちょうどいいぐらいな感じですね。これをずっと繰り返します。だから多分ね、1回やると、1回これで分かれば繰り返しだからそんなにややこしくないと思う。で、最後終わらせるときはそのコーチングステッチみたいな感じで、ここにこの V の外側から針を刺して、はい、ピッて止める。これもね、ちょっと緩くなったんでちょっと調整して、調整すれば緩くなってもへっちゃらなんで、これでギュッて1本ちょっと出てきましたね。これはなんかちょっと後でどうにかしますっていう感じで、こう最後まで皆さんはやっていただいて、もうここはね、玉留めじゃないと無理ですね。裏に絡められないので玉留めにしてもらって、っていうので7、8月はこういう感じに仕上げてください。はい、9月10月はもう今までやったバスケットステッチと、あとね、バックステッチとストレートステッチばっかりだから説明するところがないんですけど、ポイントとしてはここね、バックステッチやって、下はこう2本ずつ
で周りをバックステッチで囲む。もうここは下絵が書いてある通りに刺してください。囲って斜めシュッ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 シュって書いてあると思うんですけど、その通りにやってください。でこのなんか下のこの米印みたいなのも重なる向きを揃えると見た目が綺麗です。揃ってなくても別に構わないんですけど、揃ってるとさらに綺麗っていうことですね。これはもうひたすらやっていくしかないです。以上です。はい、11、12月ももう今までやってきたステッチをいろいろ駆使してできるものばかりです。で、このページのポイントはフレンチノットは全部最後です。最初にやるともうすごいやりづらいです。だからここもなんかこの四角をいっぱい作ってから最後にフレンチノット。で、このリースもこれね、葉っぱの色が結構ややこしいんですけど、葉っぱの色はちょっと写真見たり解説見たりしながら、この先に緑やってから黄緑やる、どっちでも逆でもいいんですけど、やってもらって最後にフレンチノット。で、ここは巻き付けバックステッチですね。もうやりましたね。で、ここの面を埋める刺繍もタルトでやってますので、それをちょっと分かんない方は戻ってそこを見て、もうほんと一緒ですっていう感じで、もうひたすら埋めていってください。以上です。これで1月から12月までのカレンダーが全部出来上がります。だいたいこんな感じですね。はい、ぜひ皆さん頑張って一気に作ってもいいですし、毎月毎月その月、例えば3、4月だったら2月の終わり頃に作るみたいな感じで作られる方もいらっしゃいますし、もうそれぞれ好みで、できれば刺繍してから飾っていただくと嬉しいかなと思います。では皆さん頑張ってください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。